JICA 小型研究所では人間の安全保障の意義を世界に発信することを目的にフラッグシップレポート今日の人間の安全保障を2022年から刊行しています。第3号となる今回のテーマは人間の安全保障を図るです。人間の安全保障とは何でしょうか。それはグローバル社会の複合的な脅威を背景に人が命、生活、そして尊厳を脅かされることなく自分にとって価値のある生き方を選択できること、そして未来もそうすることができると希望が持てることです。しかし私たちの周囲には安全を脅かされている人たち、困っている人たちがいます。どこで誰がどのような不安全、インセキュリティに直面しているかを知る、測ることで私たちは具体的な課題を明らかにしたり脅威に備えたりすることができます。問題を測り可視化することは行動を起こす初めの一歩だとも言えます。ではどう測るのか。これは簡単に見えて実はとても複雑な問いです。今回のレポート第3号では多様なバックグラウンドを持つ研究者、実務者がこの問いをさまざまな角度から深く掘り下げています。まず冒頭の対談では UNDP で人間開発報告書の編集をリードしてこられた咲子福田パーさんと JICA の田中昭彦理事長が人間の安全保障を図ることの意義、図る方法の問題、可能性について包括的に議論しています。何かを測るということはとにかく数字を集めて足し合わせればよいというものではありません。一つの指標に集約して順位付け、ランキングをしていくのか、それとも飛行機の操縦室の計器、あるいは病院の血液検査の結果のようにさまざまな情報を並べてみせて説明するのかでは大きく違います。何をどう測るかについて考えることは私たちは何のために何を知りたいのか明らかにすることでもあります。また測るための取り組みを通じて途上国と先進国の間で異なる分野の専門家の間で共通認識を育てていくことにも大きな意義があります。さて、人間の安全保障を図り、そして実践する際に注目すべきことが3つあります。これをレポート第3号に収録されている論考に即して見ていきましょう。1つ目は顔が見えない平均値ではなく一人一人の人間に着目する視点です。人間の安全保障のアプローチでは経済的な課題に加えてジェンダー、世代、健康状態、住んでいる場所など一人一人の目線からどこにどのような問題があるかを明らかにしていきます。例えば同じ仕事をしている女性と男性でどのくらい所得に違いがあるか、そういったことをデータで示しながら一人一人が直面する問題を調べていくことが大切です。後藤玲子さんは地方自治体による障害のある人の外出支援や在宅支援の研究に取り組んでおられます。障害の程度や社会的背景の違いによって外出する、しないという選択の意味がどのように異なってくるのか分析しておられます。これまで正確な計測は不可能だと言われていたケイパビリティ、潜在能力の評価、個人が選ばなかった選択肢の評価に道を開く画期的な論考です。また一人一人の違いを捉えるためには客観的な状況だけではなく当事者の主観、つまり心の在り方に目を向けることも非常に重要です。平井正さんは信頼や自己評価といった人々の主観を組み込むような新しい人間開発の評価手法を提案しておられます。不安や孤独、あるいは安心や信頼、そういった人の心の状態を測ることで人間開発の評価方法が発展していく可能性を示されています。
2つ目は脅威を正確に捉えることです。人間の安全保障における脅威は戦争、紛争、感染症などの病気、自然災害といった外的なショック、それだけではなく慢性的な貧困、病院を受診できない、教育を十分に受けられない、職を失っても保障がない、こういった日々の生活のリスクも含みます。さまざまな脅威がどのように生じお互いに影響するのか、また今の脅威だけではなく将来的に起こりうる脅威についても把握する必要があります。これまで情報を一瞬で把握したり大規模かつ詳細なデータを一気に取得したりすることは大きなコストを伴うので現実的ではありませんでした。しかし現在では技術の発展によって測る技術が飛躍的に進化しています。坂本拓人さんはデータサイエンスや AI の技術革新によりこれまでにない地図上の細かい網の目で脅威を可視化できる可能性を示されました。 AI の暴走といったリスクに配慮する必要はもちろんありますが、科学の力によってデータの制約を乗り越えられる時代になりつつあります。さらに客観的な情報に加えて人々の記憶もまた脅威を可視化する上で重要な手がかりとなります。渡辺秀則さんは戦争や災害の記憶を多元的に保存し危機をリアルタイムで可視化するデジタルアーカイブの取り組みを紹介しています。そして記憶のコミュニティが人々の行動や支援を促進する力になりうることを示しておられます。3つ目のポイントは回復力、レジリエンスへの着目です。同じ脅威にさらされたとしてもよりよくより早く回復できるかもしれません。レジリエンスとはさまざまな脅威や災害に対して人々が柔軟にしなやかに対応できる力のことです。川崎昭之さんは東南アジアでの現地調査をもとに自然災害が貧困や格差の拡大にどのようにつながるのかを現地調査のエビデンスに基づいて論じておられます。さらにレジリエンスを高める仕組みとして治水や教育への投資を含む気候変動適応策の重要性を示しておられます。レジリエンスを高めるためには政府の制度や仕組みを整えて人々を保護することも大切ですが、人々自身のエンパワーメントを促進することも欠かせません。佐藤仁さんはカンボジアの農村での実践を通じて人々が持つ生活値あるいは経験値を科学的な情報と組み合わせる試みを紹介しています。人々が必要な情報、統計や地図情報、これを必要な形で必要な時に使えるようになる。そうすることで自然災害などの脅威に対して村人たち自身が対応していく力をつけていく、そのような可能性を力強く示しておられます。その他このレポートではポスト SDGs の議論も視野に入れながら人間の安全保障を実際に図っていく JICA の試みもいくつか紹介しています。例えば SDGs の指標から統計的に代表性が強いものを選び出したコア指標があります。そして生存、生活、尊厳、地球環境、そういう側面からそれぞれの国が直面する人間の安全保障の課題を可視化していくダッシュボード指標もございます。ぜひご覧ください。今回のレポートには人間の安全保障の意味をより深く考えさせられる論考も含まれています。私たちの研究所のパートナーに情報の非対称性の研究でノーベル経済学賞を受賞されたジョセフ・スティグリッツさんがいらっしゃいます。今回このレポート3号に関東エッセイを寄稿してくださいました。スティグリッツさんによれば人間の安全保障とは人々が恐怖からの自由、そして潜在力を発揮する自由を達成できることを意味します。ここでの恐怖には
未来のどこかの時点で仕事を失ってしまう、家を失ってしまう、病気になっても医療費が払えない、自分の意見を表明しただけで命を奪われてしまう、そういった恐怖、不安が含まれます。他方、潜在力を生かす自由というのは、これから時間をかけて自分の個性や才能を生かしていけることです。とりわけスティグリッツさんは、子どもたちが未来に希望を持てることが大切だと強調しておられます。人間の自由には消極的自由と積極的自由があります。スティグリッツさんの論考は、人間の安全保障を素材に自由をめぐる考え方を組み替える画期的なものです。今回のレポートには、ご紹介したもののほか、JICA 小型研究所の研究者による読みやすいエッセイやコラムも収録されています。ぜひ冊子を手に取って、あるいはダウンロードして楽しみながら読み進めてください。